バクのホビーチャンネルにようこそ。このシリーズでは市販されているパラボラアンテナを改造して電波望遠鏡を作る様子や手順などを数回に分けて動画にしています。今回はパラボラアンテナの改造を行います。このアンテナは 2.4GHz 帯の Wi-Fi 用で節状のアルミ合金で軽いのですが、隙間も多くアンテナとしての特性が気になります。軽いのは良いことなのだ。でも隙間が多くて電波が漏れそう。試しにベクトルネットワークアナライザで特性を測ったら 2.4GHz 帯に特化した特性を持っていました。 Wi-Fi 用って書いているんですから当然ですよね。受信したいのは水素原子スピンの 21cm 線、つまり 1.4GHz。 これ以外にも受信してみたい電波はあるけどまずは電波望遠鏡として動作できるのか確かめたいのだ。木星は謎な電磁波が出ていて聞いていて楽しいらしいですね。木星はいつか受信チャレンジしてみたいですね。では始めましょう。最初に主反射機であるパラボラの仕様を調べます。このパラボラ反射機は直径 99cm の口径を持ち、円の上下を切り取った形をしています。知りたい項目は口径、焦点距離、開口比、縁、指向性のビームパターン、そして背面のバックローブです。焦点距離は給電部を配置するのとカセグレンやグレゴリアンテナへの改造に必要です。口径と開口比、縁は全体的な焦点距離と利得の計算に使います。縁とか光学望遠鏡みたいですね。光も電波も同じ電磁波なので当然なのだ。ところで背面の利得は何に使うのですか？背面に SDR やラズベリーパイを取り付けたとき、ノイズやエミッションが受信されないようにしたいのです。場合によっては同軸ケーブルで引き込み、少し離した位置に配置する必要があるかもしれません。宇宙からやってくる電波は微弱だからね。それでは焦点距離から調べてみましょどうやって調べるのだ？パラボラアンテナの焦点距離は口径と深さを実測すれば計算できます。しかし計算上の焦点位置と実際の焦点位置を比較したかったので、パラボラに小さな鏡を貼り付け、レーザー光の軌跡が就航する位置を調べました。調べたのはパラボラの反射面の上下左右4箇所です。結果はどうだったのだ？怪しげな商品でしたが、理論値と実測値の差が 5mm 以内でほぼ一致していて、十分な精度を持っていることが分かりました。許容できる PV 値は10分の1ラムダでも 2.1cm ぐらいなので全く問題ありません。主鏡パラボラ面の仕様が分かったので、アンテナシミュレータでビームパターンを解析します。そんなことができるのか？はい、アンテナを自作するときに
適当な寸法で作ると失敗するので、シミュレータで大まかな仕様と形を決めてから実際に作ってみて調整していきます。特に重要なのはアンテナの利得とビームパターン、インピーダンス、SWR などです。インピーダンスは50オームに近づけますが、最終的にはマッチング回路で補正ができます。では、シミュレーション結果を見てみましょう。ソフトウェアは有名な 4NEX を使いました。ジオメトリビルダーでパラボラの形状を入力してビームパターンを見てみましょう。円の上下を切り取られたパラボラはどんなビームパターンになるのだ？予測通り縦長なビームパターンになりました。あとは串状の隙間だらけの反射面は電波を通過させずに機能していることが分かりました。波長よりも隙間が狭ければ電波が通過できないっすね。これを遮断波長や遮断周波数というのだ。枝豆さんすごい。賢い僕は電子レンジの扉のパンチングメタルを見て電波が通れないことを発見したのだ。だから電子レンジの前でじーっと見てても顔は熱くならないのですね。なるほど。今回はジオメトリビルダーで主鏡と副鏡や給電部を別々に生成してテキストエディタによるカット&ペーストで対応しました。ジオメトリビルダーではどのようなアンテナが生成できるのだ？平面、円盤、ボックス、円筒、パラボラ、ヘリカル、球体のメッシュになったワイヤフレームか面が選べます。ただ、細かく分割して精度を高めるとメモリサイズが大きくなるのと、ワークステーションでも数十分、数時間近く計算時間がかかるので計算パワーが必要です。給電部はどうしたのだ？最初に考えていたのは DIY 経験があり変変波を受信できるクロスダイポールでしたが、シミュレーションの結果パラボラとの相性が悪くボツになりました。何がダメだったのだ？主な理由は2点あり、1つ目は電波望遠鏡なのでビームパターンは鋭いほど分解能も利得も上がるのですが、パラボラより前面にクロスダイポールを置くとビームがボケてしまいます。2つ目は利得が高くないことですね。でも良い点もあります。ここでは割愛しますが、人工衛星との通信などでは変変波に対応できて精度よく簡単に自作できるので自作アンテナ波に人気があります。またインピーダンスを100オーム前後にすると時計回り、半時計回りの変変波の給電部を並列接続して50オームに整合することができます。副鏡はどうなったのだ？焦点距離を変更する副鏡は100均でステンレスボールを買ってきてカットしてみました。しかし今回使う主鏡とは相性が良くないことが分かりました。副鏡のシンデレラフィットは難しいですね。しかしこのステンレスボールは放物面に近い曲率を持っていたので別のアンテナに使うことにしました。代替案として副鏡は 3D プリンタで型を作り、薄い金属膜としてアルミ箔を貼り付けるか少し厚めのアルミ板の板金のどちらかになります。本当はヘラ絞り加工したいんですけどね。ヘラ絞りですか？課題山積みですね。
副橋を使用したカセグレンは主橋に遮断波長を超える大穴を開け、主橋の背面で焦点距離を延長する方法ですが、焦点距離 F は 500mm 前後ならば主橋前面を給電点にすることは可能で、主橋に大穴を開けずに済みます。さらに延長する場合はグレゴリアンテナとして構成します。副橋の加工ですが、フライス板やボール板に軸付き砥石をつけるときれいに切断できます。この商品は断熱のため二重底になっていたので、鉱物面として使う内側を回転砥石で切り離しました。でも、使わないのでもったいなかったですね。思いつきだけで始めると迷走する典型例ですね。瞑想は今に始まったことじゃないですよね。そうですね。実はもう一回り大きなステンレスボールも購入したんだけど、加工しても使い道がなさそうなので、ぴょんぴょん社の盛岡冷麺を食べる時の食器として使うことにするのだ。それが本来の正しい使い方ですね。アンテナコストはどうするのだ？もともとの 2.4GHz Wi-Fi 用の給電部は焦点位置までアルミの角パイプに取り付けられていますが、焦点位置が固定されていて調整できないので、長尺のアルミパイプが取り付けられるように、主橋パラボラの中央にアルミのプレートを取り付け、アルミパイプを貫通させて繰り出せるようにしました。給電部の構成によっては樹脂製のパイプになるかもしれないですが、どちらも取り付けられます。このパイプに給電部と副橋を取り付けます。給電部ができたら組み立てて整合を取り、アンテナ特性を測ってみたいと思います。そして太陽系唯一の構成を使い受信機能を確認します。太陽系唯一の構成といえばあれですね。そう、とてもギラギラして今とても元気なあれなのだ。そしてカット&トライは続くのだ。次回もアンテナ改造の続編で給電部とインピーダンスマッチングについてなのだ。謎の話が続きますね。ナレーションはボイスボックス。若松明と鶴岡のだだちゃ豆が大好きずんだもん。少し前から観音機の猫塚 B でお届けしました。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。ではまたね。